外傷後ストレス障害、つまり PTSD は、深刻なトラウマ体験後に発症し得る精神疾患です。その病態は単なる心理的反応に止まらず、脳の神経回路、神経伝達物質、そして遺伝的背景が織りなす複雑な生物学的メカニズムによって深く規定されることが、長年の研究で明らかになってきました。戦争、性暴力、自然災害、あるいは愛する者の突然の消失など、広範なトラウマ体験の後に誰にでも発症し得る普遍的な苦悩として、私たちは PTSD を捉えています。その核となる症状群は、出来事が今まさに再現されるかのような鮮烈な侵入的再体験、例えばフラッシュバックや悪夢、トラウマ関連事柄からの回避行動、持続的な認知と気分の否定的変化、そして常に身構えているかのような過覚性として現れます。これらの症状は、脳が恐怖とストレスに反応し、記憶を処理する方法に根源的な変調が生じていることを示唆しています。この疾患が個人の精神と身体に及ぼす影響の深遠さを真に理解するためには、恐怖の学習と記憶に中心的な役割を果たす脳領域が、いかにしてその繊細な均衡を失い、機能不全に陥るのかを詳細に考察する必要があります。人間が極度の外傷体験に直面した際、脳は瞬時に生命維持のための緊急防御システムを起動します。このシステムの揺るぎない中核を担うのが、脳の奥深くに潜むアーモンド型の小さな器官、扁桃体です。扁桃体は、外界からの潜在的な脅威を光の速さで感知し、生理的な恐怖反応を瞬時に引き起こす、まさに危険察知センサーとしての機能を果たします。PTSD を抱える人々の場合、この扁桃体が過剰に活動し、その抑制が効かなくなることが一貫して観察されます。健康な個人であれば、危険が去り、状況が安全であると判断されれば扁桃体の活動は沈静化に向かいますが、PTSD 患者の扁桃体は、まるで四六時中、警報が鳴り響いているかのように、些細な刺激にも過剰に、そして慢性的に反応し続けます。これにより、持続的な過覚性、過敏な驚愕反応、そして容赦ないフラッシュバックが引き起こされるのです。例えば、外傷とは直接関係のない車のクラクションの音、特定の匂い、見慣れた光景であっても、それらが突然、過去の恐怖体験を鮮明に、あたかも今そこで起こっているかのように呼び覚ます強力な引き金、すなわちトリガーとなり得ます。その瞬間、患者の身体は心拍数の急上昇、発汗、呼吸の乱れ、そして凍りつくような恐怖を呈し、あたかも実際にその危険に再び直面しているかのような生理的、心理的反応を示します。この扁桃体の持続的な過活動は、脳内の他の重要な領域との連携を著しく歪め、恐怖の記憶が適切な時間的、空間的文脈の中に処理されず、あたかも現在進行型の迫り来る脅威として絶えず脳内で再体験されるという
PTSD の病理の根幹を築き上げてしまいます。このような扁桃体の過剰な活動は、生命維持のための原始的な防衛本能が、現代社会の複雑なトラウマによってその敷地を永久に変容させられた結果と解釈できるでしょう。この原始的な反応が、高次脳機能による抑制を乗り越え、誤った警報を鳴らし続ける状態は、進化の過程で獲得された脳の適応性が、極限状況下で破綻するよう示しています。特に幼少期のトラウマは、扁桃体の神経回路形成期に影響を与え、その後の生涯にわたる感情調節の困難さへとつながる可能性が指摘されています。扁桃体のこのように過剰な活動とは対照的に、PTSD 患者の脳では、恐怖反応の抑制、感情の適切な調節、そして意思決定といった複雑な高次認知機能を担う脳の最前線にある前頭前の、特に腹内側前頭前の機能が著しく低下していることが数多くの研究によって明らかにされています。前頭前のは、扁桃体から送られてくる切迫した恐怖信号を受け取り、それを状況の文脈に応じて抑制したり、理性的な判断を下したりする、いわば脳の抑制ブレーキ、あるいは理性の中枢としての極めて重要な役割を果たします。健全な脳では、前頭前のが扁桃体の興奮を適切に抑制することで、不必要な恐怖反応や過度な不安を抑え込み、目の前の状況に最も適した行動を冷静に選択することが可能です。しかし、PTSD 患者の腹内側前頭前の機能が低下すると、この強力な抑制ブレーキが十分に、あるいは全く機能しなくなり、結果として扁桃体の暴走を許してしまうことになります。この機能不全は、過去の恐怖記憶に対する消去学習、つまり危険ではない刺激に対する恐怖反応を減弱させるプロセスを著しく妨げ、持続的な恐怖条件付けを確立させます。これにより、かつてのトラウマと直接関連する刺激だけでなく、本来であれば無関係な日常の刺激に対しても、過度な不安や恐怖を感じ続け、患者の日常生活における感情のコントロールを極めて困難なものにします。外傷体験が繰り返し想起される、あるいは慢性的なストレスにさらされるうちに、前頭前のと扁桃体の間の機能的な連結が変化し、恐怖への自動的かつ不適切な反応パターンが脳内で強固にプログラムされてしまうと考えられています。前頭前の機能不全は、単に恐怖の抑制に止まらず、未来の計画立案、社会的行動の調整、そして自己肯定感の維持といった高次認知機能にも深く影響を及ぼします。これは人間が社会の中で生きる上で不可欠な適応的な自己像や未来への展望を失わせる要因となり、患者が社会生活を営む上での大きな障壁となります。前頭前の損傷が、社会的な引きこもりや無気力、あるいはリスク回避行動の極端な状態につながる背景には、
このような脳機能の根源的な変調が存在するのです。さらに、記憶の中枢であり、人間の経験を時系列で整理し、文脈を与える脳の重要な図書館ともいえる海馬もまた、PTSD の病態において看過できない重要な役割を担います。海馬は新しい記憶を形成し、それがいつ、どこで起こったのかという時間的、空間的な文脈情報とともに、まるで物語を紡ぐかのように整理し、貯蔵するかけがえのない機能を持っています。しかし、外傷体験においては、この海馬の機能に異常が生じることが数多くの研究によって示唆されており、特に慢性期の PTSD 患者では、海馬の萎縮、とりわけ CA3 領域といった特定のサブフィールドの溶積現象が繰り返し報告されています。海馬のこの機能不全は、外傷体験の記憶が断片的で、文脈を著しく書いた形で脳に強固に固定される原因となります。通常、私たちのエピソード記憶は、時間的、空間的な文脈情報とともに整理されるため、過去の出来事として認識され、現在の自分からは切り離されたものとして処理されます。しかし、PTSD における海馬の機能障害は、フラッシュバック時に体験されるように、過去の出来事がまるで、今、この瞬間、目の前で起こっているかのように、鮮烈に、そして時間や空間の文脈から完全に切り離された性の感情を伴う形で再体験される現象に深く寄与します。また、海馬が恐怖消去学習においても極めて重要な役割を果たすため、その機能不全が恐怖記憶の異常な持続性をさらに助長する一因とも考えられています。外傷発生時の極度のストレスによって引き起こされる膨大なストレスホルモンへの長期的な暴露、あるいは扁桃体の持続的な過活動による神経細胞への慢性的な神経毒性なども、海馬の構造的、機能的変化、ひいてはその萎縮を引き起こす重要な要因として、今日の科学において繰り返し指摘されてきました。海馬の萎縮は、単に記憶が整理されないという事態にとまらず、新しい情報を取り込み、それを既存の知識と統合する能力をも損ないます。これは、学習能力や適応能力の低下を引き起こし、患者が新しい環境に適応したり、問題解決に取り組んだりする上で大きな困難を伴います。トラウマが知性そのものに与える影響の一端であり、脳が過去にとらわれ、未来へと向かう機能をいかに阻害するかを示しています。海馬における神経新生の抑制も PTSD の病理に関与すると考えられ、回復にはこの新生の促進が鍵となる可能性も指摘されています。外傷性ストレス反応の奥深く、その複雑な病態の根源には、脳内で神経細胞間の情報伝達を司る微細な化学物質、すなわち神経伝達物質の、時に壊滅的な不均衡が潜んでいます。PTSD の症状発現は、単一の脳領域の異常に限定されるものではなく、
複数の神経伝達物質系の連携が著しく破綻することによっても引き起こされることが、長年の研究によって驚くほど明確にされてきました。まず、PTSD の患者で特に顕著な特徴の一つが、まるで常に危険が差し迫っているかのような持続的な過覚醒状態です。これは、自律神経系の交感神経が過剰に活動することによって引き起こされる生理的反応であり、その中心的役割を担うのが、覚醒と注意、そして恐怖反応において極めて重要な神経伝達物質であるノルアドレナリンです。ノルアドレナリンは、脳幹の深部に位置する正反角から脳全体に放出され、生命を脅かす状況下での動症、反応を司る主要な化学物質として機能します。PTSD 患者においては、外傷体験後、このノルアドレナリン系の活動が持続的に、そして不適切に更新していることが多くの研究で一貫して観察されています。例えば、些細な物音や予期せぬ出来事に対しても過剰な驚愕反応を示したり、常に周囲に脅威がないかと目を光らせ、身体がこわばるような見張り、状態が続いたりするのは、ノルアドレナリンの異常な過剰放出が背景にあると広く考えられています。このまるで脳が休むことを知らないまま、常に緊急事態宣言を発令し続けているかのような持続的なノルアドレナリンの過剰は、不眠症、集中困難、過敏なイライラ感じ、そして急性のパニック発作など、PTSD の覚醒症状を容赦なく悪化させる主要な要因となります。神経系は、たとえ物理的な危険が去った後も、まるでその場に危険が存在するかのように過敏な状態を維持し続けてしまうのです。ノルアドレナリンの異常な更新は、単独で存在するのではなく、ドーパミン系の報酬感受性やセロトニン系の気分調節機能にも影響を及ぼし、これらの神経伝達物質間の繊細なバランスを崩します。これは PTSD における多様な症状が単一の化学物質の異常ではなく、複雑な神経ネットワーク全体の機能不全として現れることを示しています。例えば、ノルアドレナリンによる覚醒状態の更新は、ドーパミン報酬系の低下と相まって、ポジティブな体験への関心をさらに低下させ、無快感症を悪化させる一因となり得ます。一方、私たちの気分調節、不安レベル、衝動性、睡眠の質、食欲など、多岐にわたる精神機能に深く、そして広範に関与するセロトニン系もまた、PTSD においてその機能が不全に陥ることが広く知られています。セロトニンは、脳内で幸福感や心の落ち着きをもたらす役割を持つことから、しばしば幸福ホルモンとも称される。私たちの精神的な安定にとって極めて重要な神経伝達物質です。PTSD 患者では、セロトニンの活動が全体的に低下している、あるいはセロトニン受容体の感受性が変化している可能性が複数の研究で示唆されています。このセロトニン系の異常は、
慢性的なうつ症状、不安感の状態、液刺激性、そして感情の平板化や無関心といった PTSD の負けの認知と気分に関連する症状に深く寄与すると考えられます。セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI が PTSD の主要な薬物療法として広く効果を発揮するのは、神経細胞間のシナプス間隙におけるセロトニンの濃度を高め、セロトニン系の機能を改善することで、これらの多様な症状を緩和する目的があるからです。セロトニンは単一の物質ではなく、脳内に多様な受容代謝部タイプを持ち、それぞれが異なる生理機能を発揮します。PTSD におけるセロトニン系の異常は、これらの受容体レベルでの変化も含まれており、気分調節だけでなく、疼痛感覚、消化器系の機能、さらには免疫応答にも影響を及ぼすことが示唆されています。これは PTSD が単なる精神疾患にとまらず、全身性の多岐にわたる症状を呈する背景にある、より広範な生物学的連関を示しています。脳の主要な抑制性神経伝達物質であり、神経細胞の過剰な興奮を鎮め、脳全体を落ち着いた状態に保つための静寂の番人ともいえるGABA、すなわちガンマアミノラク酸もまた、PTSD の病態整理に深く、そして不可欠に関与しています。GABA は、神経細胞の活動を抑制し、興奮を鎮めることによって、不安や興奮が過度になるのを防ぐ役割を持っています。健康な脳では、GABA が適切に作用することで、過剰な興奮が抑えられ、脳は落ち着いた状態を保つことができます。しかし、PTSD 患者においては、GABA 系の機能低下が数多くの報告で示されており、これが不安の持続的な状態、過覚醒状態の悪化、そして慢性的な不眠症といった症状に深く寄与すると考えられています。GABA 機能の低下は、脳の興奮を抑制する強力なブレーキが十分に、あるいは全く効かなくなる状態を意味し、結果として扁桃体の過剰な活動をさらに助長し、恐怖のサイクルを強化する可能性があります。GABA 系の機能不全は、脳の抑制が不十分になることで、扁桃体の過活動を許容するだけでなく、認知機能の混乱や、過敏な感覚処理にも影響を及ぼします。これは、PTSD 患者が日常の些細な刺激にも過剰に反応し、現実が常に脅威に満ちているかのように感じてしまう背景にある脳の根本的な調節不全を示しています。GABA 受容代謝部タイプの特異的機能や、ベンゾジアゼピン系薬物の効果が GABA 系を介していることを鑑みると、GABA 系の微細な機能異常が PTSD の症状発現に与える影響の多様性が理解できます。さらに、脳の主要な興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸もまた、PTSD の病態形成において見過ごせない役割を演じています。グルタミン酸は、記憶の形成や学習といった高次認知機能に不可欠な役割を果たす一方で、
その過剰な活動は神経細胞に損傷を与える神経毒性を引き起こす可能性があります。PTSD 患者では、特に外傷体験の記憶が異常に鮮明に、そして強固に固定されるメカニズムにおいて、グルタミン酸系の異常な動態が指摘されています。外傷時の極度なストレスは、グルタミン酸の過剰放出を誘発し、これが記憶の固定化を担う N、メチル、D、アスパラギン酸受容体の過活動を引き起こすと考えられています。この N、メチル、D、アスパラギン酸受容体の過活動は、恐怖記憶の過度な強化と、それが文脈から切り離された形で脳に刻み込まれる異常なプロセスに寄与します。また、グルタミン酸の不均衡は、脳の興奮と抑制のバランスを崩し、PTSD 患者が経験する過覚醒や過敏性、さらには乖離症状の一部にも関連している可能性が示唆されています。グルタミン酸の過剰放出は、記憶を強固にする一方で、神経細胞に損傷を与える可能性を秘めた神経毒性をもたらします。これは、トラウマが脳を焼き付け、長期的な病理を形成するメカニズムの一端であり、脳がいかに繊細なバランスの上で機能しているかを物語るものです。新たな治療アプローチは、このグルタミン酸系の異常を標的とすることで、恐怖記憶の過度な固定化を阻止し、神経細胞を保護することを目指す可能性があります。そして、PTSD 患者が経験する快感の欠如や意欲の低下、いわゆる無快感症は、脳の報酬系回路の機能不全と深く関連しています。この回路は、喜びや満足感を経験する能力を司るドーパミン作動性神経系が中核を担う重要なシステムです。通常、食事や社会的な交流、達成感といったポジティブな体験は、この報酬系回路を活性化させ、ドーパミンを放出して私たちに喜びと意欲を与えます。しかし、外傷ストレスは、この報酬系回路の機能に慢性的な障害を引き起こし、その結果、患者は日常生活におけるポジティブな出来事から喜びや満足感を感じにくくなります。これは、報酬予測に関わる中脳辺縁系ドーパミン経路の活動低下や、受容体感度の変化として現れることがあります。この無快感症は、患者が活動への興味を失い、社会的な孤立を深め、さらには抑うつ状態を悪化させる悪循環を生み出すことがあります。ドーパミン系の機能不全は、単に喜びの喪失に止まらず、学習意欲の減退、目標達成への動機づけの低下、さらには衝動的な行動にも影響を及ぼします。これは、PTSD が患者の未来への展望や自己実現の道をいかに閉ざしてしまうかを示唆しています。治療は、この報酬系を再活性化することで、患者が人生のポジティブな側面を再び経験できるよう支援することを目指し、生活習慣の改善や特定の心理的介入がその回復に寄与する可能性を秘めています。これらの神経伝達物質の不均衡に加え、
PTSD の脆弱性には遺伝的要因も深く寄与することが明らかになっています。特定の遺伝子多型、例えばストレス応答の調節に重要な役割を果たす遺伝子である FKBP5、FK506 結合タンパク質後の特定の遺伝子多型を持つ人々は、外傷後に PTSD を発症するリスクが統計的に高いことが示されています。FKBP5 は、ストレスホルモンであるコルチゾールが結合するグルココルチコイド受容体の機能に影響を与え、HPA 軸の負のフィードバック機構に重要な役割を果たすタンパク質です。また、ドーパミンやノルアドレナリンといったカテコールアミンの代謝に関わる酵素をコードする COMT 遺伝子の多型も PTSD のリスクに関連すると考えられています。COMT 酵素は特に前頭前野においてこれらの神経伝達物質の分解速度を決定し、そのレベルに影響を及ぼすため、COMT 酵素の活性度合いの違いは、個人のストレス下での情報処理能力や感情制御能力に直接的な影響を与えます。さらに、気分や不安の調節に深く関わるセロトニン神経伝達を制御するセロトニントランスポーター遺伝子の多型も PTSD のリスク因子として注目されています。これらの遺伝的要因は脳内の神経回路や神経伝達物質系の機能に微細な変化をもたらし、個人のストレス適応能力に影響を与えることで、PTSD の生物学的基盤を形成しているのです。PTSD の遺伝的脆弱性は、単一の悪玉遺伝子によって決まるものではなく、多数の遺伝子が微細に作用し合う多遺伝子への側面を持つ複雑なシステムです。さらに、遺伝子は環境要因と密接に相互作用し、その発現が大きく左右されるため、遺伝的傾向があったとしても、ポジティブな環境要因やサポートシステムがレジリエンス、つまり回復力を高める可能性があります。これは、運命論的な遺伝的決定論を超え、個人ごとの遺伝的プロファイルに基づいた予防や介入の可能性を示唆しています。しかしながら、これらの遺伝的要因は決して PTSD の発症を決定づけるものではありません。むしろ、環境要因、特に幼少期の逆境体験や成人期の深刻なトラウマ体験との相互作用を通じて、その影響が顕在化すると考えられています。この遺伝子と環境の複雑な相互作用を媒介するのが、エピジェネティックな変化です。エピジェネティクスとは、DNA の塩基配列そのものには変化がないにもかかわらず、遺伝子の発現が調節されるメカニズムを指します。まるで、遺伝子という本の内容は変わらないが、その本のどのページを開くか、どの章を読み飛ばすかを決めるしおりやハイライトのようなものです。DNA メチル化やヒシュトン収縮といったエピジェネティックな収縮は、特定の遺伝子のスイッチをオンにしたりオフにしたりすることで、その遺伝子がコードするタンパク質の生成を増減させます。PTSD 患者では、ストレス応答遺伝子、例えば NR3C1、FKBP5 などの HPA 軸関連遺伝子や
脳の可塑性に関わる神経可塑性関連遺伝子において、特徴的なエピジェネティックな変化が報告されています。例えば、FKBP5 遺伝子のプロモーター領域の DNA メチル化は、幼少期のトラウマ体験と強く関連していることが示唆されています。幼少期の劣悪な環境や虐待といった深刻なストレスが遺伝子に文字通り刻印され、成人期の脳のストレス反応性を根本から変えてしまうのです。このように、エピジェネティックな変化は、遺伝的脆弱性と環境的ストレスの橋渡し役となり、HPA 軸機能や神経可塑性に長期的な影響を与えることで、PTSD の病態を深く熱化せる生物学的メカニズムとして機能します。これは、トラウマが単なる記憶としてではなく、細胞レベルで生体に刻み込まれ、それが次世代に影響を与える可能性すら示唆しており、その生物学的重みは計り知れません。エピジェネティックな変化は、必ずしも不可逆的ではありません。生活習慣の改善、特定の心理療法や薬物療法、あるいは栄養介入によって異常なエピジェネティックマークが修正され、遺伝子発現パターンが健康な状態へと回帰する可能性が研究されています。これはトラウマによって刻印された運命に回復という希望の光が差し込む可能性を示唆しています。さらに、親世代のトラウマがエピジェネティックな変化を介して子世代のストレス反応性に影響を与える世代関連たちのメカニズムも注目されており、PTSD の理解に新たな深みをもたらしています。PTSD の生物学的基盤には、脳内の特定の神経回路や神経伝達物質の不均衡に加え、内分泌系、特に全身のストレス応答の中核を担う視床下部、下垂体、副腎皮質軸の機能異常が、極めて重要な役割を果たします。HPA 軸は、視床下部から放出される CRF、つまりコルチコトロピン放出因子を起点とし、下垂体、そして副腎皮質へと続く一連のホルモン分泌可視経度を通じて、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を精密に調節することで、身体の向上性維持に不可欠な貢献をしています。しかし、PTSD 患者では、この精緻な HPA 軸の機能が健常者とは異なる特異的な形で変調し、結果として長期にわたるストレス反応の持続と PTSD 症状の悪化に直接的に寄与していることが数多くの分子生物学的、生理学的研究によって明らかになっています。健常な個体の場合、肉体的または精神的なストレスを受けると、まず脳の視床下部から CRF が放出され、これが下垂体の CRF 受容体に作用して、アクト H、すなわち副腎皮質刺激ホルモンの分泌を促します。このアクト H は血流に乗って副腎皮質へと運ばれ、副腎皮質細胞を刺激して主要なストレスホルモンであるコルチゾールを放出させます。コルチゾールは血糖値を上昇させてエネルギーを動員したり、免疫反応を一時的に抑制したりするなど、
ストレスに対処するための多様な生理反応を全身で引き起こします。しかし、同時にコルチゾールは、視床下部や下垂体、さらには情動記憶の中心である扁桃体や記憶形成に重要な海馬のグルココルチコイド受容体に作用し、CRF や ACT-H の分泌を抑制するという巧妙なネガティブフィードバック機構を通じて、HPA 軸の過剰な活動を鎮静化させ、ストレス応答を集結させる役割も果たします。ところが、PTSD 患者では、この洗練されたフィードバック制御システムに、あたかも時計の歯車が噛み合わないかのような異常が生じているのです。PTSD 患者の HPA 軸の機能異常は、一般的に基礎的なコルチゾールレベルの低下として観察されることが多い点が、他のストレス関連疾患、例えばうつ病の一部でコルチゾールレベルの上昇が見られるのとは対照的であり、極めて特徴的です。このコルチゾールレベルの低下は、HPA 軸全体、特に下垂体や副腎皮質がストレスホルモンに対して過剰に敏感になり、結果として抑制が強くかかりすぎている。あるいはフィードバックループが過剰に締め付けられている状態を示唆しています。この仮説を強く裏付けるのが、デキサメタゾン抑制試験における過剰な抑制反応です。デキサメタゾンは、合成されたグルココルチコイドであり、HPA 軸のネガティブフィードバック機構を模倣して、通常であれば内因性のコルチゾールの分泌を抑制します。PTSD 患者では、健常者と比較して少量のデキサメタゾン投与でコルチゾール分泌が異常なほど過剰に抑制される傾向が繰り返し報告されており、これは HPA 軸、特に下垂体におけるグルココルチコイド受容体の感受性が極めて高まり、通常よりもはるかに敏感になっていることを明確に示しています。コルチゾールレベルの低下は、単にホルモンの異常に止まらず、外傷性記憶の固定化を妨げにくくしたり、免疫機能の異常に寄与したりする可能性が指摘されています。また、このコルチゾールレベルが低いにもかかわらず、PTSD 患者の多くが慢性的な価格性や不安を経験するという一見すると矛盾する現象は HPA 軸の上流、すなわち視床下部における CRF の過剰分泌が一因であると現在では広く考えられています。CRF はストレス反応の開始を促す強力な神経ペプチドであり、脳内で扁桃体などの恐怖回路に直接作用し、恐怖反応や不安を強力に誘発する作用も持っています。視床下部からの CRF が過剰に分泌されることで、HPA 軸の下流ではコルチゾール反応が抑制されながらも、脳内の恐怖回路や警戒システムは常に活性化され、価格性、不眠、そして持続的な不安といった PTSD の中核症状を維持してしまう可能性が高いのです。HPA 軸の慢性的な調節不全は、単に精神症状に止まらず、身体の代謝機能、心血管系、そして生殖内分泌系にも広範な影響を及ぼします。
PTSD 患者における心臓病や糖尿病のリスク増加は、HPA 軸の長期的な機能異常が全身の恒常性をいかに破壊するかを示す明確な証拠です。これは、PTSD が精神疾患であると同時に、前長期に影響を及ぼす全身性ストレス病としての側面を持つことを物語り、心身統合的な治療アプローチの重要性を裏付けています。HPA 軸の異常に加え、PTSD 患者では、免疫システムの異常、具体的には炎症性サイトカインの上昇も、その病態形成に重要な役割を果たしていることが近年の研究で示されています。外傷ストレスは単に精神的な苦痛だけでなく、身体に物理的な炎症反応を引き起こし、それが脳内の微細な神経炎症へとつながることが知られています。インターロイキン6、主要エシ因子、アルファなどの代表的なプロ炎症性サイトカインは、PTSD 患者の血液中や脳脊髄液中で健常者よりも高値を示すことがあり、これらのサイトカインの慢性的な上昇は、気分障害、持続する疲労感、そして集中力や記憶力の低下といった認知機能の障害と密接に関連づけられています。慢性的な神経炎症は、脳内の神経伝達物質の微妙なバランスを崩し、神経細胞の機能不全や、場合によっては細胞死を促進する可能性があり、PTSD の病態の進行、さらには遷延化に寄与すると考えられています。この発見は、外傷が身体に与える影響が、単なる皮膚の傷や骨折に止まらず、脳機能にまで複雑に波及し、精神症状を形成するという、全身性の複雑なメカニズムの一端を鮮明に示しています。神経炎症は、脳の免疫細胞であるミクログリアの慢性的な活性化によって媒介されることが多いです。活性化したミクログリアは、プロ炎症性サイトカインを放出し、神経伝達物質の代謝を変化させ、さらには神経申請を阻害します。この微細な炎症プロセスが脳内で持続することが、PTSD における慢性的な疲労感や認知機能障害の背景にあると考えられており、抗炎症作用を持つ物質や生活習慣の改善が治療に寄与する可能性を示唆しています。この炎症と精神症状の密接な関連は、うつ病や他の神経精神疾患との共通基盤を探る上で、極めて重要な研究領域となっています。PTSD の発症は、生命を脅かすような極度の恐怖や無力感を伴う出来事、あるいは他者の生命が危険にさらされる状況を目撃する体験が引き金となり、脳に深い刻印を残します。この外傷体験直後から、脳内では一連の劇的な生物学的カスケードが展開され、それが PTSD の長期的な病態形成の軌跡を決定づけることになります。まず、トラウマに直面した瞬間、脳は瞬時に生存のための緊急システムを起動させます。その中心にあるのが、扁桃体です。この恐怖の中枢は圧倒的な速度で活性化され、
強烈な情動記憶を形成し始めます。通常の状況であれば、前頭前のがこの扁桃体の過剰な活動を抑制し、恐怖反応を鎮静化させますが、トラウマ体験の際には、扁桃体は圧倒的な量の脅威信号を発し、その後の情動反応の敷地を決定的に変容させます。この急性期における扁桃体の過活動は、後に過覚醒や驚愕反応の状態として現れる症状の方がとなります。興味深いのは、この初期反応の強度が、その後の PTSD 発症リスクと密接に関連していることです。脳は、生命を脅かす体験を二度と繰り返さないために、この情動記憶を極めて強固に接着し、わずかな類似刺激にも過敏に反応する準備を整えるのです。急性ストレス反応の神経生物学は、恐怖記憶が特定の条件下でいかに迅速かつ永続的に形成されるかを示しています。この初期段階では、ノルアドレナリンやグルタミン酸といった神経伝達物質が大量に放出され、扁桃体におけるシナプス可塑性を促進し、恐怖記憶の固定化を劇的に強化します。この生理学的なプロセスは、トラウマ直後の特定の薬物介入、例えばベータブロッカーの使用が PTSD 発症リスクを低減する可能性を示唆する根拠ともなり、初期の可塑性の窓を捉えることの重要性を浮き彫りにしています。同時に、記憶の文脈化を担う海馬は、この緊急事態モード下でその機能を著しく阻害されます。通常、海馬は出来事をいつ、どこで起こったのかという時空間情報とともに整理し、エピソード記憶として体系化します。しかし、トラウマ体験の圧倒的なストレスは、この海馬の働きを妨げ、記憶が断片的で時間的、空間的文脈を欠いた感覚情報の集合体として固定化される傾向にあります。これにより、トラウマ記憶は過去の出来事として理性的に処理されるのではなく、未来永劫にわたって、今、この瞬間に再現されるかのような鮮烈なフラッシュバックの形態を取りやすくなります。この海馬の初期機能不全は、単に記憶の整理能力にとまらず、急性ストレス下での情報処理能力や新しい学習の獲得にも影響を及ぼす可能性があり、これが回復を妨げる一因となり得ます。海馬の機能不全は、トラウマ記憶を冷凍保存されたかのように、未処理の生々しい状態で脳内に保持させるメカニズムを提供します。これは、トラウマ記憶が過去の出来事として整理されず、現在の脅威として繰り返し経験される原因となります。さらに、急性期のストレスホルモンの過剰な分泌は、海馬の神経細胞に毒性作用を及ぼし、長期的内縮へとつながる可能性があり、これが慢性 PTSD 患者でしばしば観察される構造的変化の初期段階を形成すると考えられています。また、全身のストレス応答を司る視床下部、下垂体、副腎皮質軸も、トラウマ直後から特異的な変調をきたします。急性ストレス状況下では、
HPA 軸は活性化され、大量のコルチゾールが分泌されますが、PTSD に移行する個体では、この初期のコルチゾール反応が健常者とは異なるパターンを示すことが指摘されています。一部の患者では過剰な反応が、また別の患者では反応の鈍化が見られ、これがその後の HPA 軸のフィードバック抑制の過敏化や、コルチコトロピン放出因子の慢性的な過分泌につながると考えられています。この HPA 軸の初期調節不全は、脳がストレス状態から適切に回復する能力を損ない持続的な価格性や不安、さらには免疫系の異常へと連鎖する生物学的基盤を築きます。HPA 軸の初期反応の多様性は、PTSD の発症経路が単一ではないことを示唆します。急性期に過剰にコルチゾールが分泌されることが保護的に働く場合もあれば、その後のフィードバック機構の破綻を招く場合もあります。逆に、初期反応が不十分な場合、トラウマ記憶の消去が困難になる可能性も指摘されています。この初期プロファイルの個別差を理解することは、誰が PTSD を発症しやすいか、どのような介入が効果的かを見極めるための重要な鍵となります。特に注目すべきは、恐怖条件付けの異常な強固化と消去学習の障害が、この急性期からすでに始まっている点です。トラウマ体験時、音、匂い、視覚情報などの中立的な刺激が強烈な恐怖と条件付けられ、瞬時に危険信号として脳に焼き付けられます。本来、脳には安全な環境でこれらの刺激に繰り返し暴露されることで、恐怖反応を減衰させる消去学習の能力が備わっています。これは、前頭前のが扁桃体の活動を抑制することで実現される一種の安全学習です。しかし、PTSD を発症する個人では、この消去学習のメカニズムが初期段階からすでに障害されていることが多くの研究で示唆されています。つまり、恐怖を誘発する刺激がもはや危険ではないと理性的に認識し、その反応を抑制する能力が低下しているのです。これは、扁桃体の過剰な不活と前頭前のによる抑制機能の不全が複合的に作用することで、恐怖記憶の過度な固定化と、その解放の困難さを決定づけます。急性期の介入は、まさにこの初期の恐怖条件付けの過度な強化を防ぎ、消去学習の機会を促進することで、病理が脳に深く根付くのを阻止する上で極めて重要です。早期の心理的サポートや薬物介入が PTSD の発症率を低下させるという知見は、脳の初期可塑性を利用し、病理的な神経回路が固定化される前に軌道修正を図るという神経生物学的根拠に基づいています。この可塑性の窓を的確に捉え、適切な介入を行うことで、外傷が脳に与える長期的な影響を最小限に抑え、回復への道を切り開くことができるでしょう。PTSD の生物学的基盤に関するこれらの最新かつ深遠な知見は、個々の症状が単一の原因から生じるのではなく、
神経回路の変容、複数の神経伝達物質系の不均衡、そして記憶の病理という多様で複雑な生物学的経路が相互に作用し、時に増幅し合うことで発症し、そして慢性的に維持されることを明確に示しています。長期間にわたるこれらの神経生物学的な変化は、最終的に脳の構造的な変化にもつながる可能性があります。前述の海馬の堆積現象は、PTSD 患者でしばしば観察される代表的な構造的変化の一つであり、記憶と情動の統合における海馬の役割と深く関連しています。また、前頭前野の一部の領域、特に腹内側前頭前野の機能的及び構造的な変化も、PTSD の慢性症状、特に情動調節障害や認知機能の障害に寄与すると考えられています。これらの構造的な変化は、脳の神経可塑性、すなわち経験に応じてその構造や機能が変化する驚くべき能力が、トラウマによって負けの方向に再編成されてしまった結果であると捉えることができます。脳は柔軟であるがゆえに、深い傷跡を残すことがあるのです。PTSD の症状は、個々の生物学的異常の単なる合算ではなく、それらが相互に影響し合うことで、より複雑で先延性の高い病態を形成します。例えば、過覚醒は睡眠障害を引き起こし、それが認知機能低下や感情調節不全を悪化させるといった悪循環の根源を神経生物学的に解明することは、治療介入の優先順位を決定する上で極めて重要となります。この症状間の動的な相互作用を理解することで、単一の症状を標的とするだけでなく、病態全体の悪循環を断ち切る複合的な治療戦略の開発が可能になります。PTSD の生物学的メカニズムに関するこれらの多角的な理解は、この複雑な疾患に対する診断、予防、そして治療のパラダイムを根本から変え、苦しむ人々に新たな希望をもたらすものとなるでしょう。EMDR、つまり眼球運動による奪還策及び再処理法は、トラウマ記憶の早期と同時に眼球運動などの苦わしい刺激を行うことで、記憶の情動化を低下させ、海馬や扁桃体といった記憶処理に関わる脳領域の活動を変化させると考えられています。これは、トラウマ記憶が未完了の脅威反応として脳に固定されるのを防ぎ、脳の情報処理システムを活性化させ、扁桃体の過活動を鎮静化させ、海馬や前頭前野の機能を正常化させることを目指します。トラウマ記憶をより適応的な情報と統合し、情動的な苦痛を軽減すると考えられています。EMDR は、脳のデフォルトモードネットワークとセントラルエグゼクティブネットワークの活動バランスを改善することで、反周思考の減少や自己参照的処理の適応的変化を促す可能性があります。この苦わしい刺激が、記憶の再固定化プロセスにおいて重要な役割を果たす脳の離婚ソリデーションを誘発し、
トラウマ記憶をより安全な形で再統合することを可能にするという仮説も提唱されており、記憶の神経生物学に対する深い洞察を提供しています。CBT、つまり認知行動療法は、PTSD 患者の誤った信念や否定的思考パターンを特定し、それをより現実的で適応的なものに修正します。このプロセスは、前頭前の、特に視外側前頭前の活動を強化し、扁桃体の過活動を抑制する神経生物学的基盤を持つことが示されています。また、恐怖刺激への段階的な暴露、つまり暴露療法は、神経系の脱感者を促し、ネガティブな思考パターンを修正することで前頭前の機能改善を促し、情動調節能力を高めることで神経可塑性を活用します。CBT の長期的な効果は、前頭前のと扁桃体の間の機能的連結性の強化に裏打ちされています。これにより、患者は恐怖刺激に対する自動的な反応を理性的に制御できるようになり、恐怖の消去学習が促進されます。このような治療を通じて、脳は単に症状が軽減されるだけでなく、ストレス耐性が向上し、将来的なトラウマに対するレジリエンスを獲得する方向に恒常的、機能的に変化することが神経画像研究で示唆されています。薬物療法、例えば SSRI などは、シナプス間隙でのセロトニン濃度を高めることで、情動調節、睡眠、食欲といった機能に関わる脳回路のバランスを改善します。これにより、不安、抑うつ、過覚醒といった PTSD 症状が緩和されます。長期的な SSRI の使用は、脳由来神経へ要因し、BDNF レベルの上昇や海馬の神経申請を促進する可能性も示唆されており、脳の可塑性を高める効果が期待されます。ノルアドレナリン系やドーパミン系に作用する薬剤も症状に応じて使用されます。これらの薬剤は症状の緩和を通じて患者が心理療法に取り組むための基盤を整える役割も果たします。薬物療法は脳内化学物質の不均衡を是正し、神経回路の機能回復を支援することで、心理療法の効果を高める足場としての役割を果たします。特に SSRI によるセロトニン系の改善は、感情の安定化だけでなく、前頭前の認知制御機能や海馬の記憶処理能力の改善にも寄与する可能性があり、脳全体の回復を多角的に支援するメカニズムを有しています。しかし、その効果には個人差があり、より個別化された薬物選択が今後の課題です。SOMATIC EXPERIENCING SE はトラウマによる過剰な神経系の興奮を解放し、自己調節能力を高めることを目的とした治療法であり、その神経生物学的な基盤は、自律神経系のバランス回復にあります。SE は、身体感覚への注意を促すことで、交感神経優位な凍傷反応から
副交感神経優位な休息、消化状態への移行を支援すると考えられています。身体感覚の追跡、トラッキングにより、身体内に蓄積されたトラウマ的エネルギーが徐々に解放され、それによって過覚醒や乖離といった PTSD 症状が軽減されるという仮説があります。SE はトラウマが脳だけでなく、身体全体に凍結した反応として保持されるという視点に基づき、身体固有受容感覚や内受容感覚を通じて自律神経系の調節不全を直接的にターゲットとします。これにより、脳幹や麻痺質といった感情と身体感覚の統合に関わる領域の活動を変化させ、身体的な安全感を取り戻すことで、上位の脳機能の回復を促します。これは PTSD が単なる頭の中の問題ではなく、身体と精神が密接に連携する全身性の疾患であるという理解を深めます。マインドフルネス瞑想は、注意を現在の瞬間に意図的に向ける訓練であり、PTSD 患者の扁桃体の活動を低下させ、情動反応の過敏性を軽減する効果が報告されています。研究によると、マインドフルネス実践は、自己認識、内受容感覚、および情動調節に関わる麻痺質の活動を浄化させることが示されています。前頭前の、特に外側前頭前の活動浄化は、マインドフルネス実践の重要な脳機能変化の一つであり、これにより、注意制御能力、衝動抑制、および認知の柔軟性が向上すると考えられています。マインドフルネス瞑想は、脳の神経可塑性を利用して、意識的な注意制御と情動調節の回路を再構築します。扁桃体の活動低下だけでなく、海馬と前頭前の機能的連結性を強化し、過去のトラウマ記憶に対するネガティブな感情的反応から距離を置く能力、すなわち脱中心化を促進します。この実践は、患者が自身の思考や感情に巻き込まれることなく、客観的に観察するメタ認知能力を高め、自己調節の新たな道を開きます。神経可塑性とは、脳が経験や学習に基づいて恒常的及び機能的に変化する能力であり、PTSD からの回復において中心的な役割を果たします。PTSD からの回復過程では、損傷を受けた神経回路の再構築や、代替的な神経経路の形成が起こり得るとされ、これは治療的介入によって促進されます。脳由来神経栄養因子、BDNF のような神経栄養因子は、神経可塑性を支持する上で重要な役割を果たし、これらの因子のレベルは、運動や特定の治療介入によって影響を受ける可能性があります。神経可塑性は、トラウマによって病理的な記憶が強固に刻印されるという負けの側面を持つ一方で、適切な介入によって損傷した回路が再構築され、健康な機能を取り戻すという希望の側面も持ち合わせています。脳は固定されたものではなく、常に変化し続けるダイナミックなシステムであり、
この可塑性を理解し活用することが、PTSD からの真の回復へと導く鍵となります。この可塑性の窓を最大限に活用するために、薬物療法と心理療法の組み合わせや、脳刺激療法などの新たなアプローチが研究されています。今後の研究方向と課題として、PTSD の客観的な診断に役立つ可能性のある神経画像、遺伝子、生化学的バイオマーカーに関する調査が活発に行われています。神経画像研究では、扁桃体、前頭前の海馬といった脳領域の構造的、機能的異常が PTSD 患者で一貫して観察されており、機能的 MRI 研究では、トラウマ記憶の小記時に扁桃体の過活動が、前頭前の活動低下が認められています。遺伝子研究では、ストレス応答に関連する遺伝子、例えば FKBP5 や BDNF の高さが PTSD の発症リスクと関連することが示唆されています。これらのバイオマーカーを組み合わせることで PTSD の診断精度を高め、治療効果の予測につながる可能性が期待されています。また、トラウマ後の PTSD 発症を予防するための早期介入戦略とその神経生物学的な根拠に関する考察が深められています。トラウマ体験直後の心理的介入が HPA 軸の過活動を抑制し、長期的な PTSD 発症リスクを低減する可能性が示唆されています。PTSD の生物学的メカニズムに関する未解明な点、新たな治療ターゲット、および個別改良への展望について議論が活発に行われています。PTSD における神経炎症の役割、ミクログリアの活性化、およびそれらが神経回路に与える影響についての理解が深まっています。マイクロ RNA などのエピジェネティックなメカニズムが PTSD の発症や症状の持続性にどのように関与しているかについての研究が進められています。AI や機械学習を用いた大規模データ解析による新たなバイオマーカーの発見や治療反応性予測モデルの構築が期待されており、PTSD の病態整理における腸内細菌草むら、マイクロバイオームの役割についても関心が高まっています。これらの知見は、遺伝子情報やエピジェネティックなバイオマーカーの活用を視野に入れた個別化された治療戦略の開発に向けて新たなアプローチの可能性を力強く提示しています。AI と機械学習の進化は膨大な神経画像、遺伝子、生化学的データを統合し、個々の患者に最適な治療法を予測する個別改良の実現を可能にします。また、腸内細菌草むらのような、これまで精神疾患との関連が軽視されてきた領域からの知見は、PTSD の病態を全身的な視点から捉え直し、食事療法やプロバイオティクスといった革新的な治療アプローチへの道を開く可能性を秘めています。これは PTSD 治療が脳だけでなく身体全体を包括的に捉えるよりホリスティックな方向へと進化しつつあることを示しており、
未来の医療が提供する希望の光となっています。